今回は新たな挑戦に挑みます。湖の中央にある島へ向かいます。食料を一切持たず、道具も持たない状態で10日間生き延びます。もうすぐ到着です。あそこですごい雨が降ってる。今回は高難のある淡水湖の無人島に降ろされます。無人島生活を撮影するカメラ以外、アウトドア道具は何も持っていません。もちろん食料もありません。素手でシェルターを作り、食料も素手で確保します。すべての資源を自分の手で手に入れます。もうすぐ到着です。前に見えるあの無人島です。頑張って。船を運転してくれた仲間は帰りました。今は僕一人です。それと撮影機材だけです。持ってきたものを見せます。ドローン1台、水中撮影用の機材、これはカメラバッグです。カメラ用バッテリー、そして大きい型は大型バッテリーです。機材に電力を供給します。外部と連絡を取るためのスマホです。それから撮影用の三脚もあります。これが僕の機材です。さて、今から良さそうな場所を探します。キャンプ地を作ります。山の上へ向かいます。なるべく平らで日当たりの良い場所に拠点を作ります。今は島の頂上まで来ました。でも、この辺りはあまり平らではなさそうです。島の反対側も見てみます。天気が不安定ですね。いつ雨が降ってもおかしくない。さっきも少し雨が降りました。早くキャンプ地を作らないと。この島は大きくありません。直径は100メートルちょっと、200メートルはないくらい。今は島の中央まで来ました。後ろの水路でこの2つの島が分かれています。そして奥に比較的平らな場所があります。シェルターを作る。ここはキャンプ地として本当に良い場所です。2つの島の間にあります。日当たりも良く、水辺にも近いので便利です。ここに決めました。こういう低木はシェルター作りに最適です。こんなに丈夫なのか。やっぱりナイフがないとかなり不便です。本当に大変だ。ナイフを持ってこなかったことを少し後悔してます。でも今更後悔しても仕方ない。やっと3本集められた。でも主要な柱は揃ったから十分です。主要な枝をきれいにしました。これでシェルターが作れます。本当にかなり苦労しました。めちゃくちゃ大変でした。
弦を結んで、もっと頑丈にします。どうせ10日くらいここで暮らすんだから。キャンプ地の基本フレームが完成しました。上に細い枝を敷いて、さらに松葉をかぶせれば、すぐ住める状態になります。たくさん枝を置いたけど、まだ少し隙間があります。空いてる部分が多い。小枝を拾って隙間を埋めないと。ここは僕の家みたいなものですからね。しっかり作って隙間なく仕上げれば快適に過ごせます。どうですか？僕の小さな野営ハウス。道具なしでこんなシェルターを作るのは本当に大変でした。でもこの完成形を見ると満足です。自分でも結構すごいと思います。なかなか良い感じです。さあ、僕の野営小屋に入ります。ちょっと狭いけど安心感があります。かなり快適です。ここで迎える最初の夜になります。小動物が来て邪魔しないといい。ゆっくり眠らせてくれ。そして明日は火を起こして食料を探します。ちょっと疲れた。寝よう。昨夜は結構よく眠れた。このシェルターは密閉性が高くてかなり快適だった。寒くもない。今日は晴れてさらに暖かい。キャンプも完成し、水にも困らない。でも焚き火がない。食料もない。今日はなんとか火を起こしたい。できれば食料も見つけたい。うわ、あそこに大きな魚がいる。本当に大きい山金はありそうだ。見てみると、2つの島の間の水路を魚がここを通って、魚が本当に多い。でも今は捕まえる方法がない。しばらく泳がせておこう。火を起こせるようになったら捕まえて焼いて食べよう。島の周りを歩いて火起こしに使えるものを探してみる。ここはゴミだらけだ。使えそうなものがあるか見てみよう。竹がたくさんある。この竹を使って摩擦で火を起こせそうだ。こういう草の綿毛は加工に最適なんだ。多めに集めておこう。念には念を入れて。火起こし用の竹と加工は揃った。でも切る道具がない。周りを探して竹を切れる石を見つけないと。そうしないと火を起こせない。この石は天然の刃物みたいだ。これで竹を切ればなんとかなりそうだ。この竹なら
火起こしに使える。でもここに切れ込みを入れないと。これで使える。この穴に加工を入れて、棒で押さえながら摩擦で火を起こす。ああ、もう少しだったのに。もう一回だ。折れたのに火もつかなかった。削り直して別の棒で試してみる。まだ火がつかない。信じられない。やっぱりまだ着火しない。クソ煙も出なくなった。消えた。もう一度だ。火を起こすのに本当に苦労した。丸一日かかってしまった。何度も失敗して何度も挑戦した。でも最後にはちゃんと火がついた。やっぱり焚き火があると最高だ。小動物も追い払えるし、外でも寒さをしのげる。何より魚を焼いて食べられる。明日は魚を捕まえられるといい。今日はもう無理だ、疲れすぎた。長い一晩が過ぎて、魚の罠に何か入っているはずだ。見に行こう。どうなってるんだ。こんなに水深があるのか。どうしてこうなったんだ。水位は上がっていない。昨夜は波が強すぎて罠が壊されてしまった。参ったなあ。何を食べればいいんだ。でも生きていかないと。別の方法で魚を取ろう。やっぱり現実的に行こう。瓶で魚取りをする。罠が完成した。次は枝を少し取って
瓶に通して水の中で固定しやすくする。火で少し炙って先を尖らせる。刺しやすくするためだ。中に石を入れて水に流されないようにする。ミミズも入れておこう。全部設置した。夕方になったら確認しよう。今日は魚が食べられるかな。もう4時間くらい経って空も暗くなってきた。罠を確認しに行こう。うわ、1つ目は空っぽだ。まだ前に4つある。また何もないのか。エビが入ってるぞ。出てこい。うわ、小さすぎるだろ。まあでも肉には違いない。不过也是一块肉啊。これは空っぽだ。すごく大きな魚だ。この魚でかすぎる。うわ、この魚を見てくれ。なんて綺麗な魚なんだ。うわ、すごい。最後の罠も見てみよう。あれ、また魚が入ってる。でもこっちは少し小さい。これ最板魚じゃないか。最板魚としてはかなり大きいサイズだ。今日は大収穫だ。魚のスープを作って食べよう。うわー、この2匹だけじゃ足りない。明日はもっと罠を増やさないと。もっと魚やカニを取ってお腹いっぱい食べたい。この味は最高だ。本当に甘みがあってすごく美味しい。おはようございます。さっき水の中から上がってきたら昨日より少し多くて魚3匹とエビ1匹です。こっちにはドジョウもいます。細くて長いですね。この魚をさばいて内臓を取り出します。後で罠の中に入れてまた餌にします。今朝も魚スープを煮て食べます。焼くよりもこの食べ方の方が栄養が逃げにくいです。体力回復にもいいですね。わー、美味しい。このスープ最高です。少し油も入っていて、魚の油が浮いていて、ドジョウも入っています。
すごく新鮮です。わー。魚を食べたし、作業を始めます。罠をもう2つ作るつもりです。もっと魚を取って、良い暮らしをして、美味しいものを食べたいです。使えそうなものは何でも活用します。この網はまだ直してませんね。こういう丈夫な低木はビクの骨組みに最適な材料です。少し炙って曲げやすくします。実は手作業が大嫌いなんです。特に今は雨まで降っていて、雨がどんどん強くなってきました。本当にしんどいです。完成です。ビクの骨組みができました。豚かゴみたいじゃないですか。豚かゴトラップです。これに網袋をかぶせて、網もここに巻きつければ魚を取りに行けます。見てください。この赤い部分がすごく良くてかなり丈夫です。しっかり結んで、ではビクを仕掛けに行きます。こんな大きなビクなのに、餌は少しの魚の内臓だけです。沈みました。日に当たりに行きます。この雨は強いわけでもなく弱いわけでもありません。体はしっかり濡れます。でも焚き火は消えません。これが春の雨です。シェルターの中は乾いていて、もう外に出たくありません。キャンプにいる方が最高です。この服は防水なんですが、長く着ているとだんだん冷えてきます。明日は雨が止んでくれるといい。ここであと数日ゆっくり過ごしたい。お願いします。やっと雨が止みました。大きなビクを見に行きます。何か入っているかな。雨で地面がぬかるんでます。ゆっくり歩かないと。おお、一匹入ってる。これは血魚です。水中のハンターです。肉食の魚ですよ。多分中に入って小魚を食べちゃったんでしょうね。でも食べても逃げられない。おや、これはまた何の魚だ。おいしそう。味もかなり良さそうです。いいですね。よし、これが今日の収穫です。いろんな魚です。この魚の内臓を取り出してミミズと混ぜて餌にします。
手に持って焼いた方が早い。均等に焼けるし。まずは最強のハンターから食べます。この身すごく柔らかい。うん。骨がちょっと噛みにくい。この小魚も食べてみよう。この小魚の方がもっと柔らかい。すごく柔らかくて口の中で溶ける感じです。外はカリッと中はジューシー。うん。これを餌にしてネズミを捕まえます。このネズミたちが夜になるとキャンプの周りをうろうろしてずっと歩き回っていて本当にうるさいので今日は退治しようと思います。ネズミを抑える大きな石板を探します。小さい石ばかりだ。それか丸い石ばかりです。大きな石板はなかなか見つかりません。石板がたくさんあります。しかも大きいのばかりです。本当にびっくりしました。綺麗に並んだ玉石だ。この石には文字まである。山水道遊みたいな文字です。早く行こう。邪魔するつもりはありません。やっぱりレンガを使います。ここは数十年前に火事でも戦争でもなく昔誰かが住んでいたんでしょう。その時のレンガです。かなり大きいです。もう一つ拾えば十分です。この数日魚を食べていたからネズミが魚の匂いを嗅ぎつけて近づいてきたんだと思います。後ろに一つ仕掛けを置いて前にも一つ置けば捕まえられるはずです。この木は完全に折れています。魚の頭をこの折れた部分の少し下に結びます。ネズミが魚を食べに来たらここに触れて崩れて落ちてきます。そのまま押しつぶせます。できるだけ棒を内側に曲げて少しこう作ります。食べた瞬間バタンと落ちます。ネズミ捕りの仕組み自体は問題ありません。ただこのレンガが少し細いのが心配です。まだやることが一つあります。ミミズを掘って魚の内臓と混ぜてビクの中に入れます。今のところ主な食料源ですから魚の餌を準備して夜を待ちます。明日は思わぬ収穫があるかもしれません。この罠は昨夜すでに仕掛けていました。でも捕まりませんでした。このレンガが狭すぎたかな。こっちは作動していません。感度が足りなかったのかも。でもこのネズミは本当に空腹です。全部きれいに食べられてます。まあネズミよりまずビクを回収しないと。うわ、大きい魚だ。今日は大雨ですね。なんてこった。見た感じ草魚みたいですが、でも草魚ではないです。この鱗を見てください。尾びれにこんな模様もあります。何の魚かわかりません。でもすごく美味しそうです。細長い魚ですね。見ただけで美味しいとわかります。今日はこの魚でスープを作ります。こんないい魚を無駄にはできません。
最高の魚スープです。魚卵も入っていて、浮き袋や大きな魚小魚もあります。こうやって煮ると栄養満点です。わあ、魚卵を一口。口の中で溶けます。この魚卵は本当に口の中で溶けます。魚の身も食べます。全部食べ終わりました。魚の骨だけ残っています。これを使ってネズミ捕りをさらに改良します。この小さいネズミを退治できないはずがない。もっと大きくて広い石を探してみます。よいしょ。この石も悪くないですね。でも角張っています。まあ、使うか。すみませんね。この石を少し借ります。このネズミが本当にうるさくて、もう我慢できません。よし。改良版のネズミ捕りが完成しました。これで全部のネズミ捕りを作り直しました。枝をもっと短くして落ちる速度を速くしました。それに感度も良くなっています。1匹2匹でも捕まえれば、このネズミたちも暴れなくなるでしょう。やっと全部の作業が終わりました。少し横になって休みます。体がふわふわして力が入りません。多分塩分不足ですね。エネルギーや栄養も足りていません。そんな感じです。あと3日くらい過ごせば終わりです。どうか時間がもっと早く過ぎてほしい。おはようございます。今日はここで過ごして8日目です。朝早く起きるととても嬉しいことがありました。ネズミ捕りの仕掛けが作動していて、下には尻尾が挟まっています。小さなネズミを1匹、ついに捕まえたぞ。夜は本当にうるさくて困っていたんだ。これで静かになるだろう。こっちも倒れてる。また1匹だ。これは違う種類みたいだな。小さくてずんぐりしている。いいね。これで2匹だ。これは作動したけど捕まえられなかった。でも十分だ。夜に騒いでいた犯人たちをついに捕まえた。まだたくさんいるけど、この仕掛けがここにあればきっと夜は近づいてこないだろう。無駄にしないためにちゃんと下処理しておこう。それでも悪くない。これは貴重な食料だ。焼いて食べるととても美味しい。焼き上がったぞ。わあ、すごくいい香りだ。今の私にとっては、これを食べるのは体にとても良い。少し乾いてきたな。こっちも焼けたぞ。この肉を見てくれ。少し痩せているけど、味はやっぱり美味しい。
肉を食べる以上の幸せはないな。何日も魚ばかり食べていたから、たまには違う味も本当に最高だ。そして最後のごちそうがある。それがこのネズミの肝だ。小さいけどね。これは本当にうまい。まだ一匹残っている。足のために取っておくつもりだ。でも暑くなってハエも出てきたから、先に燻製にしておこう。しっかりいぶしてやる。いやー、まさか家に伝わる燻製の技を使ってここでネズミをいぶすとは。完成だ。なかなかの腕前だろう。綺麗に仕上がった。本当に最高だ。今の食料ならこれから2日間は十分に暮らせる。だから魚やネズミの罠をこれ以上たくさん作る必要もない。そこで今は島にある材料で釣り道具を作る。正直魚は釣れない気がする。でもそんなことはどうでもいい。時間潰しになって残りの2日間を退屈せずに過ごせれば十分だ。昨夜は本当にぐっすり眠れた。一気に静かになったよ。ネズミに邪魔されることもなく、雨も降らず乾燥していて本当に最高だった。それに昨日燻製にしたネズミもある。今日はまずそれを煮込むつもりだ。見た目もなかなかいい感じだ。また血魚だ。この血魚は前のより少し大きい気がする。また一匹だ。今日は食料が本当に豊富だな。魚もエビもあるし、燻製ネズミまである。今日の食事にかなう人いるかな。食べながら焼いて、この燻製ネズミは少し煮込もう。燻製肉の味だ。本当に燻製肉そのものだ。塩があればもっと良かったな。すごく香ばしい。この樹脂の香りがいい。まるで正月に家で食べる燻製肉みたいだ。食事には満足したけど、ここに来てから何日も経つのにまだ一度も風呂に入っていない。体が固まったような感じだ。顔もものすごく汚れている。この指を見てくれよ。
全部顔から取れた汚れだ。この皮脂がフケと混ざって熱くなっている。頭も同じだ。皮脂とフケがびっしりついている。頭にこびりついていて、本当に気持ち悪い。木炭には優れた吸着力がある。これで体を洗えば良さそうだ。おー。滑りすぎる。本当に汚れていたな。こんな赤の塊が出てくる。おはよう。また気持ちのいい夜だった。ここで過ごす最後の夜になる。今日はここを離れることにした。気持ちいい。今やるべきことは、この火を消して小屋を解体し元に戻すことだ。それから迎えの船を待つ。火は完全に消さないといけない。少しの危険も残さないために。船が来た。やっと来てくれた。乗ろう。